どうも、謎の竜使いです。今日、ストリートファイター5シーズン6への大型アップデートがありました。で、それでトレーニングモードで、変更点を確認していたんですけども、すると、これまで竜にとって最大ダメージだったコンボよりも、高い火力のコンボがあるということが分かりました。で、また、それに伴ってコンボ判断が前よりもさらに難しくなっているように見受けられました。ですので、僕が分かっている範囲にはなりますけれども、今回のアップデでより高いダメージを出せるようになったコンボについて、皆さんと共有していきたいなというふうに思って動画を作っております。で、より分かりやすい強化点、例えば、弱小流対空、持続対空、追撃、波動拳みたいな、そういったものについては、この動画では扱いません。その代わり、派手じゃないし、一見して言われないとわからないんだけれども、より確実なリターンの高さをもたらしてくれるような、コンボ判断、コンボ選択っていうのを解説していけたらいいかなというふうに思っております。で、動画作ってあげるっていうのはですね、僕にとって初めての経験ですので、いろいろ拙いところが多いかなというふうに思います。編集ソフトも使ってません。一発撮りです。で、また、より良いコンボっていうのが、これから先見つかっていくと思います。そういった可能性はあると思いますけれども、調整当日のですね、速報性重視っていうところで、もろもろご勘弁もらえればなというふうに思います。で、まず理論編ということで、背景的なところ、理論的なところをちょっと話していきたいかなというふうに思っているんで、興味ない方は、スキップして後半の方だけ見てもらえればなと思います。で、理論編なんですけども、新しいコンボっていうのが、できるようになった背景っていうのは何かっていうと、調整項目のしゃがみ 2P のヒットバックの縮小ですね。これが大きな要因になっています。で、これ先ほど某ビーストがですね、この調整何の意味があるんだみたいな感じで、なんかよく分かっていなかったんですけれども、一応、強化にちゃんと寄与している調整であるので、そこのところははっきり言っておきたいなと思います。で、もう一個がですね、しゃがみ版の上段三連撃。これですね。これの、2段目が必殺技キャンセルできるようになったっていう調整があるんですけれども、これですね。この調整が、2つ目の理由です。これら2つによって新しいコンボが可能になっています。で、なんですけれども、特に、しゃがみ中盤についてよりよく理解しておくっていうところで、理解しておくことで、竜に対する理解度っていうのが上がっていくかなと思いますんで、ちょっと打足にはなりますけども、触れておきたいなと思います。で、しゃがみ中盤、今回の調整項目について、よりよく理解するためには、比較として縦中盤と比べることが分かりやすいかなというふうに思います。で、しゃがみ中盤っていうのはですね、もともとガードでプラス2っていうフレームを持っていまして、このフレームを用いて、近距離での固めとかの起点によく使われていた技なんですね。2年前まで。なんですけれども、前回の大型アップデート、シーズン5の大型アップデートで、リュウさんのタッチシューパンですね。タッチシューパンも、プラ1からプラ2っていうフレームに強化されました。で、ガードフレームが一緒になっちゃったんですね。で、これによって、どういったことが起こったかっていうと、縦中盤っていうのはヒット時プラ6取れるんですね。したがって、ヒット時にはこのようなノーゲージの痛いコンボに簡単に移行することができます。で、一方でしゃがみ中盤なんですけれども、しゃがみ中盤っていうのはヒット時にたかだかプラ4しか取れません。で、なんで、いけるコンボっていうのはせいぜいこんな風なコンボになっちゃって、安くなっちゃうんですよね。ですので、立ち回りというか、固め技としてもこっちの方が強いやらみたいな感じで、リターンもこっちの方が強いやらみたいな感じで、しゃがみ中盤の、意義が、こういった中距離の牽制オンリーになっていて、もともとの、こういった至近距離での役目っていうのがちょっと弱くなっちゃってたんですよね。おそらく今回の調整っていうのは、こういった状況を受けて、しゃがみ中盤での固めっていうのが、よりリターンの高い行動になるようにしたんじゃないかなというふうに、個人的には、感想を受けました。
で、そのコンボっていうのは、カウンター時、もしくは V 取り1の時のプラ6っていう状況に限定されますんで、この動画では簡単のためにトリガー1の状況に限定して、お話ししたいなというふうに思っています。トリガー1じゃなくても、カウンター時につながるコンボもあるので、そこのところは、拾ってもらえればなと思います。で、この状況でですね、できるようになったコンボっていうのは2つありまして、1つ目は、これですね。この、しゃがみ中盤、立ち中盤、中足っていう、中攻撃3つのコンボ、代わりに中中中コンボと呼びますか。このコンボができるようになったこと。もう一つは、このしゃがみ中盤を同じく起点として、このコンボができるようになったこと。この2つの、コンボを、今までのコンボ選択の中に織り込んでやることで、これまでよりも若干高いリターンが出せるようになりました。ただしですね、うまく使い分けてやる必要があります。どういったことかと言いますと、タゲコンを使わない、立ち中盤からしゃがみ中盤みたいなコンボは、このように253っていう火力を出せるようになるんですけども、これを安易に、タゲコンに移行しちゃうと、失礼しました。安易にタゲコンの方にしちゃうと、こんな風に244っていう風に火力下がっちゃうんですよね。なんで、基本的には、このコンボは、これよりも安いんだよっていうことを前提にした上で、それでもこっちを選ぶっていう明確な動機が必要になるわけです。そこを頭の中に置いておいて、コンボ選択をしていくというのが、これからのリュウさんになっていくのかなというふうに思います。以上が理論編です。で、実際のコンボを見ていこうかなというふうに思います。これまでの最大のコンボと比べていきながら、どれぐらい上がったかも解説していきたいと思います。で、まず、画面端でのノーゲージの、トリガー1のコンボなんですけれども、これまでの最大コンボっていうのは、このコンボで303のダメージと552のスタンチだったんですけれども、これをしゃがみ中盤と、しゃがみ、タゲコンのコンボに移行してやることでどうなるかというと、こんな風に318のダメージと576の、スタンチが入るようになります。で、これがどうやら今回の、ノーゲージでの最大コンボじゃないかなという風に、見ています。で、1ゲージの場合もですね、同じ理屈で、最大コンボが変わりまして、これまでの最大コンボは、この349、552だったんですけども、コマンド慣れてないんですいません。申し訳ありませんでした。これですね。362、576っていうことで、ダメージがですね、13上がって、スタンチも24増えているという風な状況になっています。ですので、から最大リターンを狙っていく場合には、こちらのコンボを狙っていきたいなというところじゃないでしょうか。ただしちょっとこれ、飛びから入れる場合とか、ちょっと気をつけなきゃならなくてですね、飛びから、こんな風にスカっちゃうので、飛びから入れる場合には、こうやって、がっつりと前歩きしてやる必要があります。そこのところは注意です。で、以上が、画面端のお話になりますね。次、画面中央での話です。で、画面中央の話はもうちょっと複雑化してきます。画面中央でのワンゲージコンボっていうのは、これまで最大は全キャラ共通では、この縦中盤、しゃがみ中盤、EX 速度、かかと、大昇竜っていうコンボでして、318、592っていう、リターンだったんですけれども、これが今回、しゃがみ中盤のヒットバックが、下がったことで、あれ、変えてるかもしれないですね。これですね。この328、622っていうコンボになります。ダメージが10上がって、スタンチも30上がるっていうコンボになりました。でですね、一部のキャラクター、には、距離が、近くてもですね、こんな風に、EX 速度からのかかとが入っていたんですけども、
その場合、リターンは345だったんですけども、この場合もですね、しゃがみ中盤からの、しゃがみタゲコンにしてあることで、こんな風に352、646という風に若干スタンチもダメージも伸びるということになるので、最大ダメージを狙っていくならこっち側を選択していきたいなという風な、調整になっています。はい。で、若干余談が混じるんですけれども、実はこれも最大ではありません。本当の最大コンボって何かっていうと、これです。これが360、686っていうことで、最大のリターンです。ただ、これ、前のシーズンからあるんですけれども、激ムズコンボなんですよ。なんか一発で成功しちゃったから、簡単にできるんじゃないかみたいに思われちゃうかもしれないんですけども、これ縦中盤の後にビ歩きして縦中盤をつないでやらないと、最後の立ち大パンがつながらないんですね。またできちゃったんですけども、これやってみてください。結構難しいんで。こんな風な感じですね。ちょっと難しいので、実戦でこれをやって最大リターンを狙おうっていう人はあんまりいないと思うんですよ。実際今のコンボあまり皆さんご覧になったことがないかと思います。あることは知識としては知っていたかもしれないですけども、実際このコンボで、大会見たことあるみたいな人は、皆無かと思います。なんですけれども、今回のしゃがみ中盤のですね、調整は結構ここにも効いてきていて、今の、立ち中盤のコンボなんですけども、立ちの相手にはめちゃめちゃ難しかったんですけども、しゃがみの相手に対しては、結構安定してつながる最大リターンのコンボっていう風になってるんですね。で、今回の調整を受けて、しゃがみ中盤指導にしちゃうと、ビ歩きすることなく、この最大リターンの360っていうコンボに、移行することができます。ですので、しゃがみ中盤を、打ってやった時に状況確認し合って、ヒット確認かつ状況確認というか相手の立ちしゃがみ確認をしてやって、しゃがみだったらこっちじゃなくて、すかさずこっちに変更してやる。それだけでダメージが相当伸びる。中にすると328かね。328なんで32ほどダメージが違ってくる。で、スタン値は64違ってくるということになるので、ちょっとマニアックではあるんですけれども、かなり、差が出てくるかなと思いますので、ぜひ狙っていってもらえたらなというふうに思います。で、最後にですね、微妙なワンゲージワンゲージコンボについても解説していこうかなと思います。今回追加された、こういったコンボがあるんですけども、このコンボに類似のコンボをですね、調整、直前に公開された PV みたいなやつで、トリガーキャンセルを絡めたやつですけども、ご覧になった方多いと思うんですけれども、このコンボやってみて、312、312、547っていうリターンなんですけども、これをやるぐらいだったら、もっと簡単な、これをやった方が、318、592っていうリターンで高いんですね、両方とも。強いて言うなら、弱小流で占める分、前者のコンボの方が、リターンが若干いい場合、リターンというか状況か、起き上がりの状況がいいことがあるので、その場受け身に対しては置き攻めに行けるみたいな、そういったちょっとした違いはあるんですけれども、確実なリターンを求めていくんだったら、これまでと変わらないこのコンボでもいいのかなというふうに思っていて、こっち側のコンボ、これを使うのがちょっと微妙かもしれないなと思っています。この辺は個人の判断や好み、あるいはセンスも、依存するところなんで、使うなっていうわけではありませんけれども、数字だけ見たらこっちは微妙かもしれないなというふうに、考えています。見た目はいいんですけどもね。はい、以上がコンボの、解説でした。ここから先はですね、実はコンボ関係ありません。おまけです。
おまけの話です。で、おまけ何の話をしたいかっていうと、コンボじゃなくて、これの話をしたいと思います。タッチダイパンの、クラカンですね。タッチダイパンのクラッシュカウンターもですね、若干強化されまして、相手が、空中に浮いている時間が若干長くなりました。まあ、それによって、近い場合は、ノーキャンで勝利がつながるとか、まあ、台足で拾えるとか、そういったことはできるようになったんですけれども、まあ、個人的に面白いなって思ったのが、雷光波動ですね。雷光波動を絡める場合です。これまで、こういうコンボって前からあったんですけれども、これをレベル2にしてやることで、ダメージが10伸びて、かつ、スタンチが40伸びます。40伸びるっていうのは結構でかいなと思っているので、こうやって若干ながらリターンを上げていくことができる。まあ、これまでもですね、タチダイパンヒットから、クラカンしなくてもですよ、タチダイパンヒットから、うまいことやれば、こんな風に、一応レベル2の雷光波動を当てることができたんですけども、まあ、ご覧の通り結構難しい、技というか連携になっているので、大パンクラッシュカウンターした時には、ぜひこっちのルートを選んでやって、若干ながらリターンを上げていけたらいいんじゃないかなというふうに思っています。で、さらにこの解説をすると、本当に密着ぐらい近い状態で、雷光を打つとスカっちゃうんですね。で、ちょっと離れると、雷光波動当たるんですけれども、これを安易に CA キャンセルすると、こんな風に使っちゃいます。で、これ前のシーズンからあった調整で、タチダイパーに対して雷光波動を入れ込んでおいて、タチダイバーがクラカンしたから、しめしめと思って CA キャンセルすると、その後の、CA、電人波動がカス当たりしちゃうとか、使っちゃうとか、そういったことが多々ありました。なんで、今回の調整で、ナチュラルにレベル2の、雷光波動を当てるように、心がけて、最大リターンを常に取るようにしてやれば、これが安定してつながるようになるんですね。この点でこの調整結構いいかなと思っていて、ぜひレベル2の、雷光波動を当てるようにしていってもらえたらなと思います。で、もう一個、じゃあ逆にこれ、レベル2でもなくて、ずっとホールドしたらどうなるのかってことなんですけど、こんな風にルケミを取る相手に対して、重ね気味に当てることができます。ですので、相手のキャラのゲージ状況とかにもよるんですけれども、このように安全にガークラを重ねてやって、最大のコンボを入れることができる場面が増えてくるんじゃないかなというふうに思っています。ですね、V シフトの導入に伴って、このクラカン、すいません、このガークラってなんか、ほぼ見なくなったじゃないですか。相手に、V ゲージが1ブロックあれば、V シフトで回避されちゃうから。まあそういったところで、ガークラって狙いづらかったんですけれども、今回の、調整でですね、今回の調整で、このように、相手の受け身関係なく、重ね気味に相手に対して、ガークラを当てることができるので、いい感じに、ガークラを狙える場面が増えるんじゃないかなというふうに思います。あと、じゃあこれ、受け身取んなかったらどうなるのかってことなんですけど、受け身取んなかった場合は、こんな風に、前捨てから大幅有利を取ることができるので、まあ、ダメージを取らなかった分、まあ、置き攻めを選択できるっていうことでもあるので、まあ、状況としては全然悪くないんですね。なんで、相手のゲージ状況を見ながら、まあ、選択していって、ガークラを選ぶとか、あとは、ガークラを選ぶか、
レベルにハードを選ぶかみたいな感じで、工夫していったらさらに面白くなるんじゃないかなというふうに思っています。はい、長くなりましたけれども、今回の動画の内容以上となります。今回のシーズンも流使い頑張っていけたら、いいかなと思っています。よろしくお願いします。それでは、終わります。さようなら。バイバイ。